ごきげんよう、上川薫です。ロシア軍はこれまで何度となく総司令官が更迭されてきました。それはプーチン大統領が求めてきた戦略目標に対して、いずれの総司令官も目標を達成することができなかったからです。そして、現在の総司令官もまた、プーチン大統領の求める戦果を得ることはできませんでした。ロシア軍はこの冬の攻勢によって、ドンバス州を2つの州を制圧することを言明されていたと見られています。目標が達成できないぐらいであれば、もうさっさと戦争をやめて撤退してほしいものなのですが、それでは、この冬の攻勢は完全に失敗したという分析結果を出したイギリスの話から見ていきます。ロシアのウクライナ東部総攻撃、失敗は明白、イギリス国防省。イギリス国防省は、ロシア軍によるウクライナ東部、ドンバス地方の支配地拡大を狙う冬季の総攻撃は、失敗したことがより明白になっているとの分析結果を示した。この総攻撃は、今年1月11日にウクライナでの軍事作戦の総司令官に任命されたロシア軍制服組トップのゲラシモフ参謀総長の優先的な任務だったと指摘。ドンバス地方は東部のドネツク、ルハンスク両州からなる。ドンバスの前線のいくつかの方面でロシア軍はわずかな戦果しか得られなかったが、数万人規模の死傷者が出る代価を支払ったと説明。昨年秋の部分的な動員令で獲得した人的資源の一時的な強みを無駄にしたことになると続けた。ゲラシモフ氏の参謀総長の在任期間は10年になる。同氏はロシアの政治指導者がどこまで失敗に耐えられるかの限界を押し広げているとした。ロシアによる侵攻開始後、プーチン大統領が選んだ総司令官はゲラシモフ氏で4人目だった。米軍の待機中将はロシア大統領府で身内ともみなされてきたゲラシモフ氏の総司令官起用が発表された際、当惑を覚えたとも CNN の取材に明らかにしていた。ゲラシモフ氏に詰め腹を切らせることもあり得ると話してもいた。こちらは今日の戦況マップ。この冬の間ずっとロシア軍は攻め続けてきたことにより、確かに戦闘そのものは継続的に行われてきました。それにより、徐々にではあるものの支配地域が拡大されてきたことも確かです。ところが、プーチン大統領が求めていたのは、そのようなじわじわとした徐々にといったような占領地域の拡大ではありません。彼が総司令官に求めたのは、この冬の間に2つの州を完全に制圧せよ。ドンバス州はロシアの領土にするのだといった野望が全く果たされていないのです。例えば、継続的に攻撃が行われているバフムトは、傭兵部隊ワグネルが囚人兵を5万人とも呼ばれる規模で動員することにより、突撃作戦を連続的に行い、市街戦にもつれ込むまでには至りました。しかし、数万人規模の死傷者が出たと言われており、極めて厳しい戦いの連続の末での出来事。しかもそれによってもまだ、バフムトは陥落していません。ここ最近のウクライナ軍は、バフムトの市街戦を続けつつも、最も力を入れているのは、バフムトの町それ自体が包囲されないように、ロシア軍の北と南の進軍をしっかりと抑えていることです。市街戦が続くことにより、建物等がどんどんと崩壊していくでしょうから、いずれはこの町も戦えるような状況ではなくなります。その時にはウクライナ軍は撤退するでしょう。しかし、一つの町が落ちたからといって、じゃあ、州全体が落ちることにつながるかといえばそういったわけでもありません。そしてバフムトの南、アウディユーカ。こちらにおいては、ここ最近で最も激しい戦闘が起きていると戦争研究所は評価していますが、町が落ちる様子というのは今のところありません。ましてや、プーチン大統領が求めるのは、このような一つ一つの町を数ヶ月かけて落とすといった話では全くないのです。ちなみに、アウディユイカの南、ブフレダルにおいては、ロシア軍の戦車、歩兵戦闘車が、ウクライナ軍によって撃退され鉄くずと化したといった写真が新たに公開されています。バフムトの町に対する攻撃では人海戦術が目立ったロシア軍ですが、これは作戦の主体がワグネルだったからだと言われています。一方でアウディーウカやマリンカ、ブフレダルに関しては、ロシア連邦軍がかなりの装甲戦力をつぎ込んだと見られます。しかし、そのような戦車などを大量に投入したにもかかわらず、損害ばかりが目立つのが現実です。プーチン大統領が問題視しているのは、多くのロシア軍兵士が亡くなったことではありません。プーチン大統領が責任を問うのはあくまでも
侵略がうまくいっていないことそれ自体を責めるものであり、兵士については、すでに春の徴兵であったり、追加動員の話なども進んでいることから、兵士の損害そのものに責任を問われることはないでしょう。そこがまたロシア軍の恐ろしい点です。現在の総司令官ゲラシモフ参謀総長がどこまで指揮を取り続けるかはわかりませんが、これからもプーチン大統領の求めるままに、損害度外視の攻勢といったものがまだ続く可能性があります。さて、兵士たちがどんどんと亡くなる理由というのは無茶な攻撃だけが原因ではありません。特戦隊の存在についても記事があるのでご紹介しておきます。交代すれば射殺、背後に特戦隊ある。ロシア強襲部隊生存者が暴露。ロシア軍指揮部はウクライナ戦線に投じた兵士たちが交代できないように旧ソ連式特戦隊を運用しているという暴露が出てきた。味方を即決処刑までして交代を防ぐ特戦隊は第二次大戦にも部隊を運営して悪名を轟かせていたことがある。イギリスの日刊紙ガーディアンなどによると、ロシアのテレグラムチャンネルにはロシア軍強襲部隊の生存者だと主張する軍服姿の男性20人余りが登場する映像がシェアされた。ロシアのプーチン大統領に送るメッセージというこの映像に登場する兵士、ゴリン氏は、我々は14日間、迫撃砲と野砲砲火を浴びながら座っていた。全体161人中、指揮官を含めて22人が死んで34人が負傷した。これについてこの部隊は交代を決心したが、上部はこれを許可しなかったという。ゴリン氏は、彼らは我々の後方に特戦隊を配置して離脱できないようにしたとし、彼らは我々を一人ずつ、あるいは部隊ごと処分すると脅した。彼らは犯罪的な指揮怠慢の証人として我々を処刑したいと思っていたと主張した。強襲部隊の生存者はまた、指揮官にお金を上納しなければ最前線に送られたと吐露した。別の兵士は、我々の指揮官は犯罪組織としながら他の方法では表現できないと話した。ガーディアンは映像に登場した兵士の一部の身元を確認して接触を試み、このうち3人から実際に強襲部隊所属であることを確認し、映像に登場した内容も事実である証言を確保したと報じた。イギリスが下した評価。この冬のロシア軍の攻勢は失敗は明白。この評価は私は妥当だと思います。一方で親ロシア派の人たちにしてみれば、占領地域を広げたのはロシア軍なのになんでこの攻勢が失敗だったんだと反論したいでしょう。しかし、プーチン大統領が求めていたのはそのような占領地域が広がったな、良かったな、みたいな話ではなく、彼が求めていた目標というのは、ドンバス地方全土を制圧することです。それこそ去年の秋、ウクライナ軍がハルキウ州で行った大反撃のような、1日で何十キロと進めるような、いわばウクライナ軍の戦線を崩壊させて一気に突き進む、そのようなイメージをもってして、この冬はドンバス地方全体を抑えられたらいいなという目標を掲げていたわけです。それに比べると主だった町が一つも落ちていない状況というのはあまりにも小さな戦果だと言えるでしょう。ましてや、この冬における戦いにおいて、ロシア軍は3つのものを失いました。まず第一に時間です。ウクライナ軍にとっては時間稼ぎをすることが非常に重要でした。冬の間を乗り切れば、春には欧米製の戦車や歩兵戦闘車がやってくる。それまで耐え忍ぶんだというこの目標を今回はうまく達成したわけです。そして2つ目に失われたものは多くの兵士です。去年秋に行った大規模な動員によって多くの人たちを兵士として駆り出してきました。これらの人たちを前線に投入することによって頭数を揃えることができ、少なくともウクライナ軍の攻撃には耐えられるように、そしてウクライナ軍の陣地を攻撃するだけの人数は何とか揃えることができたわけです。ところが、攻めかかる方と守る方では基本的には守る方の方が有利です。ですから、攻めかかるロシア軍は多くの兵士を失うこととなりました。そして、この兵士が大量に失われるということに付随して出てくるのが3つ目の失われたもの。それは兵器類もまた失われたということです。バフムトにおける戦いにおいては、ワグネルが囚人兵を数万人レベルで失ったと言われています。一方で、ロシアの正規軍としては、それ以外の地域においては、戦車や歩兵戦闘車などを使ったいわゆる機構戦力を元にした突破を図ってきました。ところが、待ち受けるウクライナ軍の方が巧みにこれを撃破し続けることによって多くの戦車などが失われてきました。
プーチン大統領はこのような戦車が大量に失われるというのもある程度想定していて、ロシア国内の軍需産業に際して1年間で1600両程度の戦車を製造せよと命令したそうです。しかしこの命令はうまくいっていないのは明らかでしょう。なぜならばそのように最新の戦車が1600両も作れるのであれば起こり得ない現実の話があるからです。それはこれまで何度となく皆さんにお伝えしてきたロシアでは旧ソ連時代に作られたとても古い戦車を保管倉庫から引っ張り出してきて再生した上で前線に送り出しているという話。これは新しく作る戦車が全く数が足りないから起こっていることでしょう。今後においてはどんどんと古い戦車を使わざるを得なくなってくるわけです。しかもプーチン大統領は同時に兵士もたくさん亡くなるんだからこの後も追加動員しようというふうに考えてある程度手配していることもまたニュースで取り上げてきました。しかし兵士はそのようにしてどんどんと借り出せば何とかなるかもしれませんが、それと同時に組み合わせる戦車などがどんどんと古いものになっていくのであれば、やはり攻めるだけの戦力は整わないものです。プーチン大統領としては、どうせ欧米の方は支援疲れをしてくるから大丈夫だと考えているかもしれませんが、そもそもロシア軍の方が訓練期間がどんどんと短い人たちをどんどんと古い兵器に組み合わせて戦わなければならないという惨状になっていくわけですから、より弱い軍隊へと変貌していくと私は思います。そのようなことは素人の私に指摘されなくても、ロシア軍の軍人の中でも分かっている人はいるでしょう。しかし、問題なのは、そうした軍人の考えではなく、この戦争が、プーチン大統領という軍事知識が別にない人物によって策定され、遂行されている点です。このような問題が根本的に解決されない限り、ロシア軍は常におかしな行動を取り続けることでしょう。あとはウクライナ軍の反撃作戦さえうまくいけば、おそらく占領地域が大きく失われることとなり、プーチン大統領はその責任を取らせる形で総司令官を交代させるかもしれません。そして責任を取らせ続けることによって結局のところ、より無能な司令官へと変わっていくような負の連鎖というのもロシア軍の内部で進んでいくこととなるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。